今回はこの2つのタロットカードデッキを通しまして、自分らしい人生を歩んでいくためにというテーマでメッセージを受け取ってまいります。1番、2番、3番と引いてまいりますので、お好きな番号をお選びください。それではシャッフルいたします。1番、2番、3番です。それでは1番から展開してまいります。1番の方のカードですが、ソードの2、エンプレス、ソードの7、ペンタクルスの2、ハイプリエステスが出ております。全体的に見てとってもクリエイティブな方だなと思ったんですけれども、実際アーティストとしてご活躍されている方もいらっしゃるかなとも思いましたし、もしくは趣味で何かクリエイティブなことをされている方、もしくは生活自体がクリエイティブな方とかもいらっしゃるのかなと思いました。常に独創性を発揮していくということがあなたらしい人生につながっていきますよって言われてるんですね。それで今ちょっと行き詰まってる方もいらっしゃるのかなと思ったんですけれども、それで、このハイプリエステスですね。12星座別リーディングを毎月してるんですけれども、その中でもここ最近とても出るんですね。ハイプリエステスが。はい。ですので、このご自身の内側とつながるというメッセージがとてもよく出るんですけれども、それはやっぱり見てくださってる方がクリエイティブな方が多いのかなっていうふうにもちょっと受け取れるんですね。やっぱり自分の本質とつながっていないと、そういう何かを生み出していくことってできないんですね。生み出すことができたとしてもとっても薄っぺらいものになってしまって、人に伝わるようなものじゃなくなってしまう。もう人の心を動かすような、そういうものを作るためには、あなたは自分の内側とつながることが大事なんですよっていうふうに言われています。そして、このカードデッキ、アートオブライフという絵と文章が対になっているデッキなんですね。それで、こちらの絵は、オディオン・ルドンのゴシック・ウィンドウという絵なんですけれども、この金色の美しい背景で、瞑想状態にあるような女性が描かれておりますけれども、そして、この言葉が老子の言葉なんですけれども、あなたがあなたであることの中心に答えはありますっていう言葉ですね。あなたは自分が誰であるかを知っているし、あなたは何が欲しいのかを自分で知っているっていう言葉ですね。はい。まさにハイプリエステスっていう感じの言葉なんですけれども、
やっぱり常にこの軸ですね、センターですね。その軸っていうものを常に意識していきましょうって言われてるんですね。そうすることで、ここの行き詰まりっていうものから解放されますよ。ここの状態ではあなたは自分の軸を見れてないんですね。でも一生懸命均衡を保ってるんですけれども、なかなかつながれない状態。それをつながるには、ここですね。あなたは本当に全てを知っています。なので、深く瞑想しましょうと言われています。はい。そして、こちらにペンタクルスの2が出てるんですけれども、こちらのカードはエドガー・ドガの青い踊り子たちですね。ですので、そのクリエイティブなことっていうのがダンスとかに関係する方もいらっしゃるのかなと思ったんですけれども、この言葉っていうのはルーズベルトなんですが、幸せはお金の所持、持っているお金では測れない。その幸せというのは、その達成する喜びにあって、そしてクリエイティブな努力のスリルにあるのだっていう言葉ですね。はい。なので、そのお金に重きを置かないでくださいって言われてるんですね。ペンタクルスの2ってよくジャグリングしているような絵が描かれているのが一般的なタロットカードなんですけれども、お金がないと生きていけないっていうのももちろんあるんですけれども、あなたの多分この人生のテーマになってると思うんですね。このクリエイティブ能力を発揮していくこと、ご自身の独創性を発揮していくことっていうのが、ですので、お金の方に重きを置いてしまっていると、行き詰まってしまうよって言われてるんですね。それで、こちらの達成の喜び、そしてこの創造的な努力のスリル、そういったものを忘れてませんかっていうふうにも言われていると思いますので、ぜひそちらも、このご自身の本質とつながることによって、それで思い出していただきたいなと思いました。はい。そうすることによって、そのあなたのクリエイティブ能力っていうのがどんどん目覚めていきますよっていうふうに言われています。そして、このエンプレスなんですけれども、もう想像力といえばのエンプレスですね。クリエイティブの方の想像力ですね。やっぱり、もともとこういう想像力がある方、クリエイティブな能力がある方でも、やっぱり絶対行き詰まるんですよね。それを乗り越えましょうって言われてるんですね。そして、あなたが本当に自分の内側とつながって、クリエイティブ能力っていうものを発揮することができれば、それが、そのご自身の想像力を発揮することによってお金の豊かさになって帰ってくるっていうことでもありますし、やっぱりそういうものっていうのは人を引きつけるんですね。はい。なのでそれがお金という豊かさになって帰ってくる。そのお金を目的として作ったんじゃなくって、あなたがご自身の内側とつながって、それでクリエイトしたもの、そういったものが、豊かさになってつながってくるっていうふうに言われてるんですね。そして、その両方の精神的な豊かさ、物質的な豊かさを得ることによって、ご自身の魅力もどんどん引き出されていくっていうすごく相乗効果がありますよっていうふうに言われてるんですね。はい。あと、やっぱりこの瞑想状態にいることによって、いろんなアイディアが降ってくると思うんですね。インスピレーションの雨あられ状態になってくると思いますので、それをしっかり受け止められるように、心と体の健康状態を保っていただきたいなと思いました。そしてこちらに唯一ネガティブなカードと言ってもいいソードの7が出てるんですね。これは不誠実とか裏切りとか嘘とかを示すカードなんですね。これソードこの人盗んでいこうとしてるんですね。それで、
やっぱりクリエイティブなものの嘘といえば、盗作がパッと思い浮かんだんですけれども、しかもこれ盗んでいるっていうことで、あの、今回言われてるのは、この行き詰まっている時に、自分の好きな作品とか好きなアーティストを真似てみましょうって言われてるんですね。それが突破口になりますよって言われてるんですね。もちろんそれを自分の作品として発表とかしたら、もうそれは明らかにダメなことですし、もうその業界では一生生きていけない感じになるんですけれども、その自分の創作意欲とか自分のこの新しい、自分らしいその創作の世界っていうものを作っていくために、必要なエネルギーになるんじゃないかなと思いました。はい。なので、もし今行き詰まってる方とかいらっしゃいましたら、ご参考までにです。あと、このデッキほとんど女性が描かれてるんですね。特にこの2つとても女性性が強いなと思ったのと、女性性の塊のエンプレスがいるので、男性も女性もどちらとも女性性を意識された方がいいのかなと思いました。はい。その優しさとか思いやりとか愛らしさとか美しさとか、なんかそういったことがキーワードかなっていう感じがいたします。はい。それでは1番の方以上です。次、2番の方です。はい。2番のカードですが、こちらからデビル、ソードのナイト、ラバーズ、ハングドマン、マジシャンです。この5枚のカードのうち4枚が大アルカナっていうのがとてもすごく強い人だなと思ったんですけれども、何が強いかっていうと、転んでも起き上がる人っていう感じですね。いわゆる七転び八起き人生なんじゃないかなと思ったんですけれども、それでも起き上がるたびに強くなる感じの人じゃないかなと思いました。はい。それで、転んでも起き上がるのを自力で起き上がれる人っていう感じですね。それで、このすごい強いパワフルなカードばかり出てるんですけれども、その中でも一番エネルギーが今回強くて、それでこれ全部を率いてるなと思ったのがこのマジシャンですね。この2枚のカードは、アート・オブ・ライフというタロットカードデッキから引いてるんですけれども、芸術作品のこの絵と、あと有名な詩の一節とか、哲学書とかの一節とかから言葉が取られてるんですね。これが対になっているカードなんですけれども、マジシャンの絵はポール・シニャックのとてつもなく長いタイトルの肖像画が描かれています。そしてこのウィリアム・ヘンリーの言葉ですね。ウィリアム・ヘンリーの詩の一節です。インビクタスっていう詩の一節なんですけれども、映画でご存知の方もいらっしゃると思いますが、あと、ついこの間、ラグビーのワールドカップがありましたけれども、それでとても有名な詩の一節ですね。私は自分の人生の自分の運命の支配者であり、私の自分の魂の指揮官であるっていう言葉ですね。これはネルソン・マンデラが何十年にもわたる獄中生活で心の支えにしたということでとても有名になった詩なんですけれども、ネルソン・マンデラも相当な
相当な波乱万丈の人生を送られている方なんですが、このウィリアム・ヘンリーも、もう人生のあらゆる不幸を経験している人なんですね。その経験を経て、それで生き続けて、それで絞り出した言葉が彼の詩なんですね。そして、その詩が南アフリカで獄中生活を送っていたネルソン・マンデラを支え、そしてそこからまた発せられて、あらゆる不遇の環境にいる人たちっていうのを支えていく。そういうとても原因はとてもネガティブなことだったり不幸なことなんですけれども、でもそれがすごくポジティブなエネルギーになって、時代を超えて、時空を超えて、多くの人にポジティブなエネルギーを与えているっていう、そういう詩なんですね。それで、やっぱりこのマジシャンが出ると、この詩にもすごく込められてると思うんですが、あなたはあなたの人生の主役でいますかって言われている感じがするんですね。ここにハングドマンとデビルが出てますけれども、例えば、会社中心の人生になってませんかとか、そのあなたの価値観とか、あなたの人生の軸っていうものがあなたじゃなくって、例えば家族にあるとか、パートナーにあるとか、そういう自分のための人生を歩んでいますかって言われてるんですね。なので、やっぱり自分らしい人生を歩んでいくために気をつけた方がいいと思うのは、常にそこを気をつけるっていうことだと思いました。その転ぶ原因っていうのが、ちょっと今までの人生振り返っていただきたいんですけれども、その人生で転んだことがあるっていう時っていうのは、大抵その軸が他にある時だと思うんですね。例えばもう会社人間になっていたとか、あともしくは、その家族のために生きていたとか、そのお母さんのために受験勉強を頑張っていたとか、なんかそういう、誰かのためにとか何かのためにっていう人生を歩んでいた時って必ず転んでるはずなんですね。そのためにそこで学んで、こう、起き上がって強くなってパワフルになってあなたの人生を歩んでいくっていうのを繰り返してきた人もいるかもしれないんですけれども、常に自分自身を軸に置いていくっていうのを心がけていれば、あなたは転ぶことはないんですよって言われてるんですね。転ぶ必要はないんですよって言われてるんですね。はい。なので、そこを常に気をつけた方がいいのかなと思ったのと、こちらにハングドマンが出てますけれども、すごいアクロバティックなポーズの絵が描かれてますけれども、これは、エルンスト・キルヒナーの絵ですね。その名も、トゥ・アクロバッツですね。はい。そして、この言葉は、老子の言葉ですね。私が何であるかっていうことを手放すとき、私はそうであるかもしれない私になるっていう言葉なんですけれども、自分を枠にはめすぎてませんかって言われてるんですね。そこも、この自分で自分の人生を、自分が主役の人生を歩むっていうのとつながっていくんですけれども、その自分が主役の一度きりの人生っていうのを妨げているっていうのは、そういう先ほど申し上げた会社だったりとか、世間体だったりとか、家族だったりとか、パートナーだったりとか、そういう外からの要因っていうのもあるかもしれないんですけれども、自分自身っていうこともあるんですよっていうふうに言われてるんですね。なので、この例でいくと、私は体が硬いからダンスなんか踊れないって言って、
習う前から諦めてるとか、私は体が硬いからヨガなんてできないってする前からもう諦めてる。続けていけばできるかもしれないですよね、このポーズ。だけど、する前から諦めている。腰が痛いからこれできないとかって、腰が痛い私っていう枠でいる。そういうのを手放しましょうって言われてるんですね。そうすることでより自分らしい自分になれる。そしてこの自分が主役の舞台に上がる。人生という舞台に上がる。はい。そういうことを言われているのかなと思いました。あと、こちらにデビルが出てるんですけれども、ですので、この転んでいた時期が、もしかしたらパワハラとかモラハラとか、それは会社でも家庭でもなんですけれども、そういうことで苦しんでいた方っていうのもいらっしゃったのかなと思ったんですが、今回のデビルは、デビルは、ヤギ座さんのカードなんですね。それで、今度12月の3日に、木星がヤギ座に入るんですね。そのことを言われていると思いました。この第三の目に星が描かれているデビルなんですけれども、そしてこのソードのナイト、ラバーズですよね。なので、この木星がヤギ座に入る、実際、太陽星座がヤギ座さんとか、月星座がヤギ座さんの方が見てらっしゃったら、とってもビンゴだなと思ったんですが、その影響をすごく受けるんですね。しかも、とても早く受けると思います。そして、この、第三の目に星がありますので、いろんなインスピレーションが降ってくると思うんですね。それは、ラバーズも出てますので、試練の克服に関するメッセージを受け取るっていうことだと思います。あとは、あなたにぴったりの仕事だったりとか、あなたにぴったりのパートナーだったりとか、そういうメッセージでもあるのかなとも思いました。でも、その12月3日をきっかけに、あらゆるトラブルのもとだったりとか、今までの苦労のもとだったりとか、そういったものの、謎が解けていく感じですね。そしてそれを次々と克服していく。それはあなたが自分の人生という舞台を自分の足で、自分の脚本で、そしてその舞台の中央にあなたが立ち続けることができるために必要なメッセージなんじゃないかなと思いました。はい。とても勘が冴える時になるんじゃないかなと思いますので、しかもその勘を、いつもだったらあんまり勘を信じないような人とかでも、すぐにそれを実行に移せるっていう感じがするんですね。なので、それは素早く実行して間違いないですって言われていると思いました。はい。それでは2番の方以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。次、3番です。こちらからワンドのページ、ソードの3、ジャスティス、カップの2、ワンドの9です。
まずこのカップの2とソードの3、真逆を示すカードが出てるんですね。そして、この絵が描かれているカードなんですけれども、このカードデッキは、この有名な画家の絵と、あと有名な詩人、両方ともそうですね、の言葉が書かれてるんですね。これが対になっているカードなんですけれども、このカップの2では海が描かれていて、ワンドの9では森が描かれてますよね。これ山の中ですよね。それと、あと、ワンドの9は一人の女性が描かれていて、そしてカップの2ではカップルが描かれてますよね。本当にこれなんか真逆を全部示していて、なので、この3番を選ばれた人ってもしかしたら、この感情面での天国と地獄というか、とてもこう頂点と底を知ってる方なのかなと思いました。はい。それで、今回の一番強いメッセージっていうのは、その自分らしい人生を歩んでいくために、あなたは自分を偽らないことが重要なんですよって言われてるんですね。その自分を偽らないっていうのは、私は全然傷ついていない、私は平気だとか、そういうことを自分自身に偽ること、もしくは、周りの人に偽ることですね。平気じゃないときは平気じゃないっていうふうに認める。それがあなたをこの傷ついた心から立ち直らせるのに必要なんですよって言われてるんですね。今はもう立ち直ってる方とかもいらっしゃるかもしれないんですけれども、その生き方の癖として、傷ついた時とか、まだ血まみれなのにそこに一生懸命絆創膏を貼って、それで平気なふりをするとか、かさぶたになってもうすぐ治りかけてるのにそこを剥がすような行為をするとか、そういう自分で自分の心っていうのを、自分は強い、自分は大丈夫だっていうふうに思い込むことによって、それでより傷つけてるっていうことがあるっていうふうに言われてますので、なので、そういう癖がある自覚がある方がいらっしゃいましたら、自分を大切にすることっていうのがとても大切なんですね。それで、この自分を偽らない、自分の苦しさとか悲しみとかを偽らないっていうのがとても一番強いメッセージとして感じました。そして、このワンドの9ですね。諦めないっていうところですね。その自分自身でいることを諦めないっていうふうに言われていると今回捉えました。例えば個性ですね。なんか今回すごく思うのはとても個性が強い人かなと思ったんですね。なので、それを非難されるから、押し隠しているとか、もしくはそれを出した途端に非難されて、それで激しく傷ついているとか、そういう方いらっしゃいましたら、その個性を発揮する時ですって言われてるんですね。その個性を発揮することがあなたらしい人生に結びついていきますって言われてるんですね。それが自分自身を偽らないっていうことにもつながっていくと思います。それで、このワンドの9がアンディ・ルソーの絵が描かれてるんですけれども、森の中の赤い服の女ですね。アンディ・ルソーというと、この絵も独特なんですけれども、個性の塊のような絵を描きますよね。それで、その個性はどうやって培われたかというと、全部独学なんですね。普通は絵って遠近法とか学校に行って習って、があってそれを崩していくとか、そういう、それで崩していきながら自分の技法を確立していくとか。だけれど、彼は最初から全部独学なんですね。それであまりにも独特すぎて、いわゆるプロの、そういう絵を買う人たちからは、
全然相手にされなかったんですね、当時は。なので、一生貧乏で終わった人なんですけれども、だけれど、彼を認めていた人っていうのは、全員、その後、輝くばかりの名声を放つ、画家たちなんですね。その筆頭がピカソなんですけれども、なので、あなたのその個性っていうのも、そういう今扱いを受けてるのかなと思ったんですね。あの、いわゆる独特すぎてとか。だけれども、この時を経て、このルソーの絵っていうのは、もう数もそういうふうにゴミ扱いされたっていうのもあって、実際残っている作品も少なくて、それでほとんどがこう美術館に保管されていると思うんですけれども、本当生きてるうちに本人に少しでもお金をあげたかったって思うぐらいのとてつもない金額がついている絵ばかりなんですけれども、そういう感じでやっぱり時代の流れとともに価値観って変わってくるんですよね。なので、自分の個性を諦めないっていうのがとても重要なメッセージかなと思いました。はい。そしてこのカップの2ですね。これは、とても良いパートナーに出会うとか、あと友情が芽生える、恋愛が芽生えるっていうカードなんですけれども、絵は、クロード・モネですね。サンタドレスの庭園という絵が描かれています。そして、これは、詩はエリザベス・ブラウニングなんですけれども、あなたがいることだけではなく、あなたと一緒の時の自分がこうであるから、私はあなたが好きなのですっていう詩ですね。こういう傷つけられたこと、これ大抵人に傷つけられたことだと思うんですけれども、人に傷つけられたことっていうのは人で癒されるんですね。でもその人っていうのは過去あなたを傷つけた人ではなくて新しい人ですね。はい。それで、このあなたが自分自身を偽らずに、そして自分の個性を発揮していくことによって、それでこう出会いがあるっていうふうに言われていると感じました。はい。そこの出会いであなたはこの過去の傷を癒していくんです。そこではあなたは自分を偽らなくていい。そういう相手に出会える。でもそれはあなたが個性を発揮していかないと、あなたの個性を隠さないで出していかないと、この人には出会えないんですよって言われてるんですね。それを隠し続けてると、その偽りの関係になってしまってまた傷ついてしまうんですよっていうふうに言われています。あと、このワンドのページなんですけれども、こことつながってるかなと思ったんですが、あなたの個性によって今まで散々傷ついてきたっていう方いらっしゃいましたら、それを発揮しても大丈夫な時代が来ますって言われてるんですね。はい。やっぱり先ほどの、このルソーの例じゃないですけれども、時代って変わるんですよね。このゴミとしてしか扱われなかったような絵が、今や価格がつけられないような価格の絵になっているわけなんですね。そういう感じで、こう今までこう全然相手にされなかったような、そういうなんか作品を作られている方とか、あと、まあその存在自体が作品のような方とかもいらっしゃるのかなと思ったんですけれども、それも認められる時代が来ますって言われてるんですね。やっぱりでもそれを発揮していかないと、それが認められるっていうお知らせ、メッセージが入ってこないんですね。なので、この個性を発揮するためには、ここのバランスが重要になってくるんですね。やっぱりこう出ていくと、それなりに叩く人っ
っているんですね。でも、それを待ってる人もいるんですね。で、その待ってる人にフォーカスできるか、そういうバランスをとって、心のバランスをとってないと、そのネガティブな方ばっかり、批判とかの方にばっかり目がいってしまって、ポジティブな方に目がいかなくなってしまう。なので、ぜひ、この心と体のバランスっていうものを重視していただいて、心穏やかな生活をまずは送っていただきたいなと思いました。はい。なんかすごい時代の寵児になりそうな気がするんですけれども、まずは、自分を偽らないところ、自分を偽らずに、そして、個性を遺憾なく発揮していく、そういう人生を歩まれていく方だなと思いました。それでは3番の方のリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。